この時期に一番スイカを食べたいんですよね。でも、実は食べない方がいい人がいます。漢方ライフケア指導士ロン毛メガネです。今日は夏の名物、スイカについてお話しします。夏になるとスーパーでスイカが並べていますね。実際にスイカはどんな効果があるか、誰も食べていいのかについて考えたことがあまりないんじゃないかなと思います。今日はスイカの謎を解けたいと思います。では早速本題に入ります。スイカはどこから来たかについて様々な説があるんですけど、4000年前からエジプトから地中海に入って、そして北欧、中東、インド、中国から東南アジアに広まった説が一番有力だと言われています。中国の名著に書かれた老生全書ではこう書かれています。西洋から入ってきたものなので、西の売り、スイカってなったわけですね。そしてスイカの効果についてお話しします。スイカは寒属性で心、胃、突破口に効果を発揮します。清熱解消、精神快活、利尿作用がありますね。難しい単語を並べたのでよくわかんないよという人は結構いると思うので少し説明しますね。清熱というのは体の中の熱を冷ますことです。解消というのは体の外側の熱さを緩和することですね。精神っていうのは心液、体の潤いを補うことです。で、快活っていうのは喉の渇きを緩和することです。で、利尿作用は文字のまま量を排出するのを促進することですね。実はスイカは食薬療養で天然の白光糖と呼ばれているんですよ。例えばお花や口の中のニキビや口内炎にも使いますし、熱中症にも使いますし、小便がスムーズに出てこない時や二日酔いにも使います。寒属性なので体の中にもし熱がこもっていて口臭や便秘、吹き出物、屁が臭い人にはとてもおすすめです。スイカを食べるときは基本的に赤い肉の部分しか食べないと思うんですけど、実は肉と皮の間に白い部分も食べれなくはないんですよ。ただあまり美味しくないので食べる人は少ないと思います。食べなくても他に使い道があります。実はスイカの皮の白い部分は美肌効果があるんですよ。特に日焼けをしてしまったまたは乾燥肌にはとてもおすすめですね。私のちいちゃんは中医師なんですけど、わしは小さいの時に夏になるとこのスイカの白い部分を薄く切って顔や腕にパックしてくれたんですよ。でもうちのお母さんは薄く切るのはめんどくさいなので皮ごとにドーンで顔に乗せてパックをしてましたね。そして種は肺を潤す効果があるし、血圧を下げる効果もあります。なのでできれば種も一緒に食べてください。もし気持ち悪くて食べれないという人はスイカと肉と一緒にミキサーに入れてスイカジュースにして飲んでみてください。次は注意点をお話しします。とても大事です。ぜひ最後まで聞いてください。本草項目ではこう書かれていますね。スイカは寒属性で体の熱を冷ますのにとても便利ですけど、実は火を炒めてしまって質を作ってしまうことは皆さんに知られていないという意味ですね。長期的に大量的に食べるのはあまり良くないんですよ。体の中に熱があれば熱を冷ましてくれるんですけど、熱がなかったら火を冷やしてしまうんですね。なので天気が暑いだからといって一人で4分の1を食べるとか1日何回も食べるとか毎日食べるなどはしないでください。そして糖尿病や腎不全の人も控えた方がいいんですね。で、意外と糖分が高いし水分も多いんです。腎不全の人は体の中の水分をうまく外に出せない場合が多いので、スイカを食べ過ぎると体の中に水分が溜まってしまいますね。あとは妊娠中の方も控えた方がいいんですよ。寒属性なので体を冷やしてしまいますし、変に火を炒めてしまうと気の骨折作用が低下していて流産する可能性があります。実はどんな体質な人でもスイカを食べ過ぎると火が弱ってしまって消化不良や食欲不振になりやすいんです。なのでもともと冷え性や虚弱体質、火が弱い下痢気味な人は食べ過ぎないようにしてください。そして東洋医学では初腹、中腹、末腹という三腹点というものがあって、1年の中に最も暑い時期を表してます。
陽気が高まっている時期ですね。今年だと2020年の7月の16日から8月の24日までになります。この時期に一番スイカを食べたいんですよね。でも実は食べない方がいい人がいます。それは冬になると鼻炎、喘息、空咳、冷え性、火が弱い虚弱タイプな人です。で、漢方では闘病火事という言葉がありますね。冬の病は夏の間に治すという意味なんですけど、まさにこのことですね。夏の間に寒属性のものを食べ過ぎて陽気を損なってしまって、冬になると陽気不足になっていろんな不調が出てきます。なので、もともと冬に不調が出やすい人は夏の間に陽気を蓄えないといけないんですよ。冬に快適に過ごすために夏の間は寒属性のものを多少控えた方がいいんですね。もちろん全く食べないと夏を味わえることができないので、たまに食べるといいと思います。では今日の動画はここまでです。もしご質問がありましたら気軽にコメントください。もし内容が良かったよと思う人はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。